の名前はずんだもん。ひーちゃんの優秀なアシスタントなのだ。さて今回はアニメゆるキャンの聖地巡礼なのだ。アニメ版のシーズン3第3話から6話までの大井川の聖地に行くのだ。では早速8号で出発。今日も最後まで動画見てね。というわけで大井川鉄道の始発駅島田市の金谷駅に来たのだ。大井川鉄道の駅舎前のシーンはここなのだ。アニメでは奥静大井川線となっているのだ。この右側がなでしこが蓬莱橋を紹介された観光案内所。ゆるキャンしてるね。ゆるキャンのイラストがいろいろあるのだ。次は SL の始発駅の新金谷駅。アニメには出てないけどスタンプラリーやってる場所なので紹介するのだ。駅の向かいにあるプラザロコ、ここでお土産など買えるのだ。ここでスタンプラリーの台紙を買うのだ。ゆるキャンとラブライブのコラボだそうな。期限が短いので頑張って回るのだ。中部地区だけコンプリートでも景品がもらえるらしい。残るは静岡市のパルコと日本平なのだ。では千頭方面へ車での行き方を説明するのだ。まず新東名の島田金谷を降りて国道274号を北上。地蔵峠のしましま道路のところであやちゃんのバイクが登っていくシーン。ここでシーンが後方に移って地蔵峠から大井川と水路橋という橋と新東名が見えるのだ。その場所はここ。現在は草が多いので分かりにくいのだ。車を止める場所がないのでドラレコの映像なのだ。では次のスポット、塩郷の吊り橋。ここは国道沿いで駐車場もあるしアクセスは良いのだ。今回は吊り橋は渡ってないのだ。次回の訪問にするのだ。聖地は多すぎて時間が足りないのだ。さて千頭駅まで来たのだ。現在は大井川鉄道は2022年の台風災害で走っていないのだ。 SL や電車がそのまま止まっているのだ。井川線は通常運行なので車を止めて千頭からは乗れるのだ。川根温泉笹窓駅から千頭まではバスも出ているのだ。早く復旧してほしいのだ。ここが駅前、踏切を渡ると道の駅なのだ。ここのカットは多いのでいろいろ撮影するのだ。駅の待合は広角レンズで撮影されたシーンがあるのだ。まず入場券を購入して撮影。自販機の前にゆるキャン等身大パネルがあるのだ。井川線の車両が待機してる。ちっちゃいのだ。なでしこが乗るシーンがあるのだ。先になでしこはダムカレーと川根茶ソフトと豚串食べているのだ。ここでアニメでは中丸というお店になってるが上丸が実在するお店なのだ。ロゴがそっくりなのだ。ではダムカレーを食べに行くのだ。北に歩くとすぐにあるのだ。アニメでは道の駅の中の休憩スペースにあるように描かれている。道の駅にもゆるキャンの展示やスタンプもあるのだ。お店の入り口にはゆるキャンの幕があったりしてゆるキャンしてるのだ。中で券売機で長島ダムカレーをポチ。オリジナルキーホルダーのガチャやゆるキャンカレーも売っているのだ。カレーができるまで時間があったのでガチャをやってみたのだ。なでしこのオリジナルキーホルダーが出たのだ。走行しているうちに番号を呼ばれたのだ。中辛子ぐらいのカレーなのだ。うま。程よく食べたらご飯をよけて放流するのだ。遊び心があって楽しいのだ。お腹いっぱいなのだ。店内にはゆるキャンフィギュアなどいろいろあるのだ。次は川根茶ソフトに行くのだ。
ちょっと蒸し暑くてすぐに溶けてしまったのだ。やはり川根茶は美味しいのだ。このお店の向かいが豚串屋なんだけど、週末しか営業してないのだ。また来ないと食べれないのだ。豚串屋なのだ。豚串屋の前の街灯もそのまんまあったのだ。ここからなでしこが道の駅方面に歩くのだ。このカットは井川線が出発時にも映るのだ。ここから駅方面を見ると、りんちゃんとあやちゃんが再会したベンチがあるのだ。大井神社の立て札が若干ぼかしてあるのがわかる。踏切の向こうに駐輪場があるのだ。ここにりんちゃんがバイク止めていたのだ。なでしことバイク組は別行動なので時間差があるので、巡礼も大変なのだ。千頭から出発なのだ。自動車屋も実在なのだ。2キロぐらい県道77号を進むのだ。両国橋の左に見えるのが両国吊り橋なのだ。もう少し進むと左手に吊り橋らしきものが見えるのだ。分岐を左に行くと桑の山ふれあい広場なのだ。あった。ただの電柱でした。よくこんなもの見つけたね、アフロ先生。小山トンネルの手前から左に行くと小山吊り橋。今回はパス。さて雨降る前にキャンプ場を通過して古城駅に向かうのだ。長島ダムを越えてトンネル過ぎると右手に駐車場があるのだ。激混みで狭いので無理して入るとえらい目に遭うのだ。大きい車は一もさっちも行かなくなるのだ。そこで長島公園に止めるのだ。秘密兵器トランポしてるチャリ出動なのだ。公園名はアニメでは節祖公園だけど実際は長島公園なのだ。1キロぐらいの距離なので楽して行けるのだ。左手に見えるのが節操吊り橋。ここも渡っていたら暗くなってしまうのでパス。なでしこの聖地の奥大井湖上駅を目指すのだ。上りが多いからきつかったのだ。ここの遊歩道を進むとレインボーブリッジの撮影ポイントなのだ。手前に古城駅に行く道があるのだ。しんどいので2019年に撮影した写真を載せておくのだ。8号に戻って井川市街地へ入って南アルプスユネスコエコパーク井川ビジターセンターへ。ここのシーンはインサートで井川湖っていうだけなのだ。中は無料で見学できるのだ。ゆるキャンのスタンプラリーやグッズ販売もあるのだ。聖地の井川石油があるのだ。作中は井田石油なのだ。ここで給油しないとりんちゃんの原付だときついのだ。2.2 リッター入ったのだ。ちな、ビーノのタンクは 4.5 リッターなので残り 2.3 リッター。
山道荷物ありなら50キロぐらいしか走らないのだ。県道60号を進むと井川大橋が見えてくるのだ。車でも渡れるのだが、工事中で2024年の8月末まで通行止めなのだ。残念なのだ。さて、旗投げアタックに行くのだ。もう少し進むとテシャマンクの里滝波商店、つまりりんちゃんとあやちゃんが立ち寄るマッチポンプのおでん屋なのだ。金曜、土曜、日曜しか営業してないのだ。ガイドブックには無期限休業となっているが、現在は週末営業なのだ。親切なおばちゃんでいろいろお話できた。店内も撮影させてもらったのだ。外のここから見た風景があるよとか、いろんなエピソードが聞けたのだ。ゆるキャン目当ての人が増えて、材料を仕込む量を予想しないと売り切れになって、地元の人の分が足りなくなることもあるそうな。ゆるキャンの影響は大きいのだ。やっぱし静岡おでんは美味しいのだ。腹ごしらえできて出発。Google マップに導かれし者よ、7つの田代を越えていくがよい。さすれば伝説の湖にたどり着くであろう。旗投げアタック開始なのだ。この先、田代第一トンネルがあるのだ。この場所からりんちゃんとあやちゃんがトンネルを見ているのだ。この新しいトンネルは作中で出てこないのだ。崖崩れがあってトンネルで迂回しているのだ。トンネルは1997年に完成しているので、ゆるキャンが描かれる以前のことだけど、大網トンネルという名前なので連番ではないし、7つの田代にはならないからと想像してみる。第 6.5 田代トンネルにすればよかったかもなのだ。旗投ダム到着なのだ。道の整備が進んでいて格段に走りやすかったのだ。山頂に雪はもうないのだ。ここから沼平ゲートを抜けて旗投大吊り橋まで行くのだ。距離があるのでチャリで行くのだ。ここはドローン撮影するので補助者のチャカを連れて行くのだ。南アルプス線の看板があったのだ。りんちゃんとあやちゃんがバイク止めた場所かな。沼平ゲートで挨拶して出発。ここからも舗装がしっかりされていて道幅も広いのだ。作中だと水たまりだらけだけど、その場所はきれいに整備されていたのだ。通行中にも小さい岩がコロコロ崩れてたのだ。夏前なので木が成長してるし、ガードレールや舗装が新しいけど、作中の背景はここじゃないかな。
旗なぎ大吊り橋到着なのだ。ちょっと渡ってみるのだ。足場狭いのだ。歩くと揺れるのだ。今回は風が弱かったのでマシだったのかもしれないのだ。チャカは怖かったと言ってたのだ。360度カメラで撮ってみるのだ。揺れて落っことしたらえらいこっちゃ。吊り橋がギシギシ音を立てるのだ。ワイヤーも錆び出てるのだ。ゆるキャンブームで巡礼者が多くてボルトがすっぽ抜けたりして、湖面まで高さ30メートル。スリルは味わえるのだ。渡りきったのだ。このまま山を登るとチャウス岳に登れるらしいのだ。クマ出没注意。やばい。吊り橋落ちるよりクマに襲われて命落としそうだ。すぐ戻ろう。無事戻ってきたのだ。こんにちは。車まで戻るのだ。次は白樺荘で温泉なのだ。長くなったので後編に続く。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、いいね、よろしくなのだ。では後編で。バイバイ。